さて、今回のディープダイブなんですが、テーマは、ずんだもん動画の制作効率化です。はい。あなたが共有してくれた、クリエイター向けの対談資料をもとに、半自動化戦略を探っていきます。完全な自動化がまだちょっと難しい今、いかに壊れにくく確実な制作フローを築くか、その核心に迫りたいなと。よろしくお願いします。このテーマでまず押さえておきたいのが、完全自動化って言葉の魅力と、その裏にある落とし穴なんですよね。落とし穴ですか。はい。例えば AI に音声を自動で文字起こしさせても、現状だとやっぱり誤認識が多くて、ありますね。結局その手作業での修正にかなりの時間を取られてしまうんです。だからこそ今回の壊れにくい半自動っていう地に足のついたアプローチが光ってくるわけですね。なるほど。となると、この資料の中心にある一つの原稿から全部作るというアイデアがその答えになるわけですね。まさに。具体的にはこれどういう流れになるんでしょう？フロー自体は驚くほどシンプルなんですよ。まず動画の台本になる原稿テキストを完璧に仕上げます。はい。これが全ての基準。言ってみれば唯一の真実になります。唯一の真実。次に、そのテキストを VoiceBox のような音声合成ソフトにもうそのままコピー&ペーストして音声を生成する。ふむふむ。で、最後に動画編集ソフトですけど、ここがポイントで、音声を聞き起こすんじゃなくて、全く同じ原稿テキストを字幕データとして貼り付ける。ただそれだけです。面白いですね。つまり、多くの人がハマりがちな音声の聞き起こしっていう工程そのものをもう丸ごとスキップしてしまうと。そういうことです。これって AI の文字起こし精度に一喜一憂するんじゃなくて、そもそもエラーが起きようのない仕組みを設計するっていう発想の転換なんですね。おっしゃる通りです。音声と字幕の元データが完全に同一なので、絶対に内容がずれるっていう事故が起きない。なるほど。それは確実だ。実際にこのフローを教えたクリエイターさんなんかは、今まで字幕の誤字修正に費やしてた週末が丸々企画を考える時間になったって言ってました。効果は絶大ですよ。それはすごい。資料にはさらに CSV を使う方法も書かれていましたよね。そうです。このフローに慣れてきたら、次のステップとして CSV が非常に強力でして、例えばセリフごとに区切った CSV ファイルを編集ソフトに読み込ませれば、もう100行のセリフでも一瞬でタイムラインに字幕が並ぶんです。それはもう手作業のコピペとは比べ物にならないですね。まさに。手間が文字通りゼロになる。最終的にはこのフローであなた専用のテンプレートを1本作ることが目標になります。ただ、ここで資料にあったライネス式の鋭いツッコミをちょっと僕が代弁させてください。はい、ぜひ。この戦略素晴らしいのはわかるんですけど、結局のところ、制作で一番大変な原稿を書くっていうそのクリエイティブな作業は自動化されてない。ここが最大のボトルネックのままじゃないですか。非常に適をいた指摘です。おっしゃる通り、最も創造性が問われる部分の効率化にはこの手法は直接は貢献しません。ですよね。しかし、この手法の進化は単なる時短テクニックを超えたもっと深い思想にあるんです。資料で引用されていたウルティマの徳になぞらえるなら、この考え方には2つの重要な原則が根底にあります。徳ですか？急に哲学的な話になりましたね。一つはオネスティ、つまり正直さです。元になる情報源は一つであるべきという。原稿テキストというたった一つの真実から音声も字幕も作ることで情報の整合性を保つ。そしてもう一つがジャスティス、正義ですね。正義。決めたルールは誰がやっても公平に厳格に守るべきという、このルールを守ることでミスを防ぎ再現性を高める。これって美しく安全な運用思想なんです。分かってきました。つまり、あなたがこの資料で一番伝えたかったのは、単なるテクニックじゃなくて、原稿を唯一の真実にするというルールを自分に課すことで、結果的に将来の自分を助けるという一種の哲学なんだ。その通りです。その哲学があなたの創作活動を長期的に支えることになります。では、最後にあなたに一つ問いかけを。この単一の真実のソースを持つという考え方は、動画制作以外にも応用できるはずです。あなたの仕事や学習において、この原則は他にどのような混乱やミスを防いでくれるでしょうか？